こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、リスボーンの隠された仕組みについて、ようやく良さげな説明を一つ見出したところです。ネザー要塞の検証も、いよいよ終盤と見ていいの？そうですね。これでボトルネックの解消ができるのなら、あとはやり残しの検証を済ませて終わりです。かぼちゃはもう収穫する必要はないと思うのですが、これだけ育ってるとつい取ってしまいます。せっかく鉄の斧を作ったものね。さてでは、前回に引き続き、脇層作りと探索を交互に行っていきます。ちなみに今残っている検証項目はこんな感じです。1は以前予告してたものですね。建物構造上の枠率の読みを大きく左右する要因です。こちらは過去の探索データを洗い出したのでほぼ完了してます。後でお見せしますね。2は、ちょうど今試している脇層です。そういえばまだ、湧くことは確認できてないものね。3から5までは、リスボーン処理数の上限があるという予想の検証の一部で、描画距離を伸ばすことを試します。6は、各角に脇が影響されるかどうかの確認です。リスボーン処理の上限は、定数ではなくて、制限時間内で処理できる数、なのかもしれないですから。さてぼちぼち探索してみます。今手持ちのドロップ増加2では、ウィザースケルトンの頭を6つ集めるのに期待値で171体からないとなりません。今後の残った検証作業を踏まえれば、まだ30体ほど不足しそうですから、残りは今までの知識経験を使って買ってみようと思います。運がまあまあ良いなら、この検証作業中にも頭が6つ集まりそうなんですけどね。なら、集まらないわね。お、湧いてる。消えた？モブがディスボーンする瞬間は初めて見たかも。少なくとも気づいたのは初めてです。地図で見たらモブまでの距離は36メートルほどでした。ブレイズの音もしないですし、やっぱりディスボーンしていますね。ちょっと感動です。さてどんどん脇層を作っていきます。お、湧いてる。またマグマキューブがいました。さてでは、今回は地図の中央あたりから手掛けていきます。この辺りの通路は、ほとんどネザーラックに埋もれていません。第42話で、通路の埋没と空中とでモブの枠率の差があることと、空中の場合のウィザースケルトンの枠率は、2つの率のどちらかだとお話をしましたが、過去の探索データを再調査したところ、大きい数値が正解だったようです。モブが湧く仕組みは簡単に言うと、まず空気ブロックが湧く起点として選ばれて、その起点の周囲で足場がある場所にモブが湧く、という流れです。しかしネザー要塞の外部と内部では、モブの湧く種類が異なります。ネザー要塞の外部で湧くのは大半がゾンビピッグマンで、マグマキューブがちょっとよね。はい。そこで問題となるのが、ネザー要塞のすぐ外の空気ブロックが湧く起点に選ばれた時に、ネザー要塞内に湧くモブは、ゾンビピッグマンが中心なのか、ウィザースケルトンやブレイズが中心なのかなんです。もし主にゾンビピッグマンが湧くのであれば、通路が空中にあるこの辺りのようなエリアでは、ゾンビピッグマンの湧く割合がかなり増えるはずです。で、前回の終わりまでのモブの湧いた場所を詳細地図にポイントし、そのうち周囲が埋没している通路の場所と、周囲が空中である通路のモブを数え上げてみました。結果としては、空中も埋没もほぼ同じ割合でした。湧く起点が外にあった時に主にゾンビピッグマンが湧くのであれば、この空中の割合は 50% 以上にはなるはずだったんですが。つまり、外に湧く起点があった場合でも、ネザー要塞の内部ではウィザースケルトンが湧くのね。はい。
というわけで、ウィザースケルトンの枠率は数字の大きい方だと考えます。ネザー要塞内のどこかに待機してウィザースケルトンが湧くのを待つ、という借り方をするのなら、通路の周囲が埋もれていない場所か、十分整地をした場所の方が良さそうです。これで59体です。ここに来てネザーラックが足りなくなってきたので、外の山を削り始めました。お、湧いてる。ありゃ、またディスボーンしてしまいました。そういえば以前、32メートルのディスボーンを検証した時、ディスボーンのカウントはモブが一旦秒が距離圏外に出たらリセットされると考えましたが、これも考え直さないとならないです。以前検証した時には、モブがディスボーンしなかったことから、秒が距離圏外のモブのディスボーンカウンタがリセットされているものと考えましたが、今は、処理の上限数に引っかかったためディスボーンしなかった、と考えます。でも、処理の上限数に引っかかっていなくて、リセットされたかもしれないじゃない。以前、通常世界の地下峡谷でウィッチとクリーパーに殺されて、ダイヤ防具などをロストしたことありましたよね。アイテムロストまでの時間は5分だそうですから、状況から察するに、アイテムが秒が距離圏外にある時には、ロストのカウンタは止まっていたはずです。ならやはり、モブのディスボーンカウンタも秒が距離圏外で止まるんじゃないでしょうか。マグマキューブが湧きすぎです。またほんとちょっと湧きすぎ。さて、ここらで少し連続探索してみます。お、いたいた。トロッコがまた盗まれたけどいいの？予備のトロッコがあるので大丈夫ですよ。備えあれば憂いなしです。お、また湧いてますね。いい感じです。ああ。トロッコがまた盗まれたけどいいの？あれ？止まってるわよ。こんなこともあろうかと、さっきはゾンビピッグマンにトロッコをわざと盗ませておいたんです。嘘だ。まあ、備えあればなぜか憂いなしです。ウィザースケルトンが外に湧いてしまいました。湧きそう作成の作業を、きちんと密封しないうちに中断したからでしょ。途中でネザーラックが尽きてしまったんですよ。まあこれで64体です。また2体湧いて、これで66体です。調子いいですね。お、今、湧きそうからストンと落ちましたね。ゾンビピッグマンだったのが惜しい。どうやって降りようか。まあいいや。おお、67体目だ。なんだか急に、ウィザスケ運が上がってきた感じです。階段下にもう一体いました。今回の探索は、今までになく湧きがいいです。おっと危ない。でっかいマグマキューブも上に湧いていますね。あ、今可愛い悲鳴が。おお、さらに2体も。これで討伐数が70体になります。なんだか一気に進みました。さてさっきはトロッコに乗せたまま倒しましたが、今度はトロッコから下ろしてみましょうか。あ、ダメですね。床に埋まってしまうようです。さて116回目も、湧きそうを作っていたところなんですが。おお、湧いた。ついに湧きそうでウィザースケルトンが湧きました。かなり嬉しいです。しかも予想通り勝手に降りてきました。
これで、残ってた検証は2つ目までクリアね。うわーなんだこれ。ちょっと焦りました。それにしても、ほんとあっちこっちにモブが湧くようになりました。今までと大違いですね。そういえば前に、聖地スペースを通路より一段高くした場合にはウィザースケルトンが聖地スペースに湧かなくなる、と予想していましたが、この予想は怪しくなったかもしれません。通路の上の空気ブロックが脇の起点に選ばれても、モブの湧く種類が起点の場所で決まるわけではないようですからね。となると、モブの湧く種類はどうやって決まるか、という謎が残ります。確か、ダイヤが生成される場所は、チャンク内で選ばれた起点からランダムで数ブロックずれた場所になるのですが、それと似たように、起点から数ブロックずれた場所が、モブの湧く種類を決める場所なのかもしれません。さて今回で、通路の上の湧き層は一部残して完成しました。また、一定時間とどまる、という方法で脇を回復させられるのも、今回でかなりの確信が持てました。でも、ちょっと理屈がわかりづらいわね。モブを霧に例えてみましょうか。自分の周囲17チャンク四方の霧が薄い時には、どこかにモブが湧きます。霧は時間経過で晴れていきますが、ほんと少しずつです。もし霧が薄い時には、大きく移動することでガバッと霧が晴れてくれますが、霧が濃い時は大きく移動してもあまり晴れてくれません。その上、霧が濃い時に歩き回れば、自分の周囲の霧が薄いポイントに差し掛かった時にモブが湧きますから、霧が濃い状態が続きます。ところがどこかに留まっていれば、自分の周囲の霧が薄くなるまでモブが湧きませんので、徐々に霧が薄くなっていきます。と、イメージではこんな感じでしょうか。では今回はこの辺で。ではまたね。バイバイ。